はい。包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴いただき、本当にありがとうございます。まだまだ未熟なチャンネルですけれども、引き続きよろしくお願いいたします。今回は先日市場で仕入れてきた包丁で、前回の動画でもご紹介させていただいたんですけれども、サビサビの中華包丁を磨いて研いで復活させていこうかなというふうに思っています。目はちょっと見えにくいんですけれども、東京杉本でナンバーが6号になってますね。少し杉本さんの紹介をさせていただきたいというふうに思うんですけども、歴史は1830年代、刀鍛冶で始まってますね。で、戦後築地に店を構えて、和洋包丁の中でもいち早く中華の製造をしたのがこの杉本さんになってます。なので現在でも中華といえば杉本というふうに言われて、プロの間では圧倒的なシェアを誇っている包丁です。現在も大阪の堺の方に工場があって、そちらで作られているような感じになってます。こちらは薄刃のタイプで、魚、肉、前菜などの比較的柔らかい食材を切るのに適して、重すぎずということなので、最初に手に入れるにはおすすめの一本というふうに言われてます。価格はだいたい5万円ぐらいでしょうか。で、OMS というちょっと高級な材を使っているものは、7万9千円とか、そんな感じになってます。で、もうちょっと厚口のタイプがナンバー7号と。で、鋼はこれもう錆びてて見えにくいんですけど、鉄とサンドされていまして、割り込みというような作り方になってます。サイズは刃渡りが22、こちらの幅が11と。錆びてはいますけれども、よく見るとそんなに使われていない感じで綺麗になりそうなので、早速磨きと研ぎの方を進めていきたいなというふうに思っていますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。はい。それでは磨いていこうかなと思っているんですけれども、錆が強いというか、ガビガビになってしまっているので、この100番の粗いペーパーでこすって全体的な汚れを取っていこうかなというふうに思います。で、その後、320、400、800ぐらいまで全体に磨いて、きれいにしてから研ぎの方を進めていこうかなというふうに思っています。研ぎ屋さんなどはグラインダーで一気に削っていくんでしょうけれども、今回は家庭で実践ということで手研ぎで頑張ってやってみます。こういったもので添えてちょっといきます。すぐには取れないですね。やはり。手強いですね。取れないっす。中華包丁、面積も広いので、なかなか大変ですね。ちょっと気長にやっていこうかなと思います。はい。100番で10分ぐらい磨きましたけれども、結構限界ですね。表面のザラザラした錆はだいぶ落ちたんですけれども、奥に入ってるようなやつが手磨きだとこれぐらいが限界ですかね。包丁自体は研ぎ直せば蘇りそうなので、ではちょっと320、400、600、800という風な感じで同じように磨いていきます。はい、800まで磨いた状態になってます。だいたい20分から25分ぐらい耐水ペーパーで磨いた感じになります。表面はツルツルにはなってるんですけれども、ちょっと研ぎの方に移っていこうかなというふうに思っています。研ぐ前の切れ味だけ見ておきましょうかね。やっぱり、全然切れない。こんな感じです。では、300番の荒砥石で刃を出してから中砥石で整えて仕上げで刃先を尖らしていこうかなという感じに思っています。で、中華包丁の場合は、できるだけ刃を薄くしたり、硬いものを切れるように、刃先をちょっと厚めに研いだり、ハマグリ刃にしたり、刃先とうちの刃元の方を丸く研いで、クッとまな板に当たりやすくしたりもしますよね。こんな形でカスタマイズしてプロの方なんかは研いでいくような形になると思います。300番で粗く刃を出してみましょう。この辺の角度は普通の包丁と変わらない15度から20度。で、ちょっと乖離が出るぐらいまで研いでいくという感じです。
で、刃先の方はこういう向きで研いで、刃元の方はちょっとこっち側に向けないと当たんないので、こう移動させてる感じですね。はい、荒砥石で両面研ぎました。こっちは普通にこう研いで、こっち側は普通の包丁みたいに研ぎましたね。あと、こういう風に反ってしまうと、まな板に当たんなくなってしまうので、こう丸くなるような感じのイメージがあった方がいいのかなという感じがします。じゃあ、旋盤に移ります。しっかりと面直しして始めようかなという感じです。包丁も大きいので、特大のキング砥石でやっていこうかなと。それでは始めていきます。もう荒砥石と研ぎ方は変わらずで、刃先を鋭角に尖らしていくような感じにしたいと思います。荒砥石でだいぶ刃先の方は大まかについてますので、全体的に研いでいくという感じです。では逆も同じように研いでいきます。はい、どうでしょうかね。だいぶ刃先は鋭角に尖って研げている感じです。旋盤の中砥石で磨きました。どうでしょうかね。切れ味ちょっと見てみましょうか。ちょいちょいですかね。まだちょっとザラザラした感じありますけど、こちらは5、6千番の人造砥石です。最後、これで刃先を整えます。もう包丁が研げていくというより、刃先を滑らかにするという形なので、より鋼のところは光ってきますね。じゃあ反対も同じように。はい、仕上げもうまく当たりました。最初のサビサビのところから比べると、だいぶ使える包丁になった感じしますよね。こんな形で仕上げの砥石も当たりました。これで研ぎの方は一旦終了いたします。先ほど800番ぐらいまでしか磨かなかったので、1500、2000というような感じで最終磨きをしたいと思います。包丁の研ぎと一緒で細かいのを当てとくと錆びにくくもなりますし、輝きが増します。はい。ということで、研ぎが終了いたしました。出来栄えはいかがでしょうかね。最後、磨き上げたので綺麗になってますけど、深い錆までは取りきれなかったという感じです。金属片のバリ取りをして切れ味を確かめてみたいなと思います。はい、こんな感じで切れ味は抜群になりました。だいぶいい感じでリメイクできたんじゃないかなというふうに思います。もう少し硬いものなんかを切る場合は、小刃付けといって刃先をわざと落とすような感じの研ぎ方をするんですけれども、今回はこのままということで終了させていただきたいなというふうに思います。なかなか中華包丁をご家庭で使用する機会はないと思いますけれども、今回の磨きや研ぎは十分その他包丁にも代用できる取り組みかなというふうに思ってますので、ぜひ錆びた包丁などがあれば参考にしていただければなというふうに思います。その他私のチャンネルでは包丁や砥石にまつわること全般いろいろと配信をしておりますので、よろしければチャンネル登録いただき、そちらもご覧になっていただければというふうに思います。それではこれで本日は終了させていただきます。いつも最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。